釣りに使える便利でかっこいい時計がありますよって感じで、先日ご紹介したこちら G-SHOCK GBX100NS なんですけど、あれからものすごく反響がありました。定価がですね、26,400円で、私が購入した5月ぐらいの時点では、Amazon で22,000円ぐらいで買えてたんですけど、あれから値段が高騰してしまいまして、一時は39,000円ぐらいになって、で、現在はちょっと落ち着いて3万円ぐらいで購入できるといった感じです。このベゼルが金色の方は、今でも22,000円ぐらいで買えるんですけど、ベゼルが黒の方ですね。こちらは大変人気が出てるみたいです。で、今日はこの GBX100NS にこういったバンパーをつけてみました。単純に見た目もかっこよくなるし、時計を傷から守ってくれるっていうものなんですけど、1000円ちょっとぐらいでしかも手軽にできるカスタムですので、具体的な手順などをご紹介したいと思います。おそらくこれ以前からのモデル、GBX100 ですね。これは 100NS なんですけど、GBX100 の方もこれ時計の形自体は全く同じなので、同じように取り付けできるかなと思います。GBX100 ユーザーの方、参考にしてみてください。ただ、2021年8月現在では、この GBX100 専用のバンパーって販売されてないんですよね。その他のモデルに関しては結構、何々専用バンパーみたいなの販売されてるんですけど、GBX100、そして GBX100NS には専用のものが出てません、今のところ。なので、他の時計のバンパーを無理やり代用するという形になるんですけど、早速ご紹介していきます。まずですね、購入するバンパーなんですけど、この動画の説明欄とコメント欄に Amazon リンクを貼っておきますので、そこをクリックしてもらえれば間違いなく全く同じものを購入できますが、G-SHOCK の DW6900 専用のバンパーというものになります。こんな感じのパッケージに入ってまして、で、中国製の社外品ですね。色はシルバー、ブラック、ゴールドの3色から選べます。今回ですね、この時計のブラックに合わせて同じくブラックを選びました。ただこれ結構ツヤがあるんですよね。テカテカしてる。もうちょっとマットブラックみたいなツヤ消しだったらよかったかなと思います。で、DW6900 っていう時計と、この GBX100、全然見た目全く違うんですよ。全然違う時計なんですけど、サイズがほぼほぼ一緒なんですよね。こっからここまでと、ここからここまでが。だから、この DW6900 のバンパーが代用できるということになります。ただし、ほんのちょっとだけこれ、加工というわけではないんですが、ちょっとだけですね、外側に広げる必要があります。では実際にやっていきますが、届いた状態でこれはめ込もうとすると、ちょっときつくて入らないんですよ。だから、若干ですね、こうやって両端持って外側にグッと広げます。広げすぎにこれご注意ください。少しずつやってください。そして、こうやって時計の片側にはめ込んで、で、こっち側もちょっとだけ広げながら、外に広げながら、このようにはめ込んでいきます。装着自体はですね、めちゃくちゃ簡単で何の問題もないと思うんですけど、一応このバンパーですね、GBX100 専用ではないので、このサイズはめちゃくちゃぴったりなんですけど、こうやって見るとですね、深さがちょっと深いんですよね。一番奥までこうやってグッと押し込むと、結構これ裏側にはみ出しているような感じになります。ただ、不思議なもんでですね、このまま腕につけても全く違和感というか異物感はないんですよ。バンパーが手に当たってなんか変な感じするなっていうことは全くなくて、この辺の感覚は全くこのバンパーがないのと同じような感覚です。でもですね、こうやって見ると、ちょっと斜めから見るとめちゃくちゃなんか隙間があるじゃないですか。だから私の場合は、ちょっとだけですね、こうやって、上に上げて、ここにですね、隙間を作るようにします。ベゼルとバンパーの間に若干隙間を作るぐらい、ちょっとだけクックックッと上に上げていくと。このような形で使ってます。ここ、ベゼルから隙間ができることによって、より傷がつきにくくなるかなっていう、そんな狙いもありますし、専用バンパーではないんで、やっぱりこういった隙間とかがですね、気になるという方もいると思うんですよ。腕につけてないと結構隙間広く見えます。腕につけてしまえば、そんなに別に違和感はないと思うんですけど、裏から見るとこんな感じですね。
で、もちろんこのバンパーつけた状態で全てのボタンは操作できます。ここもここも、ここも。まあ私は別に細かいこと気にならないんで、このまま使ってるんですけど、まあベゼルとか画面を傷から守るためにもですね、このバンパーカスタムっていうのはずっとしたかったんですよね。で、今後もしかしたら GBX100 専用のバンパーが出るかもしれないので、もしそういったものが出れば迷わずそっちを買い直しますけど、とりあえずはこれを代用してます。DW6900 用。やっぱりですね、バンパーがないと、これ見えますか？ここに2箇所ぐらい傷があると思うんですけど、すぐ傷つくんですよ、このベゼル。購入して、もうすぐ3ヶ月になりますが、もう早速ついてしまいました。で、この場所を見てみても、やっぱりですね、このバンパーをつけてたら、あの時傷ついてなかっただろうなと。もちろんこれ傷ついたのはバンパーを取り付ける前の話なんですけど、もうちょっと早くこれやっとけばよかったかなと思ってますね。だから皆さんもあんまり細かいことを気にされないのであれば、こういった隙間とか気にされないのであれば、GBX100 のバンパーカスタムやってみてください。購入するバンパーとか、今これ画面に保護シール貼ってるんですけど、こういった保護シールなんかも、この動画の説明欄とコメント欄に Amazon リンク貼っておきますので、そこをクリックしてもらえれば、間違いなく同じものを購入できると思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。